じゃあ、はい、最初わかりの質問ました。ね。はい、いきたいと思います。Are there any games you loved playing as a child? はい、子供の時にやっていたゲームとか、まあ、アニメでもいいですね。アニメとかはありますか？結構ありますよ。まあでも、母親があんまりゲームやらせてくれなかったんですよね。はい。まあ、あ、ポケそうですか。モンぐらいでしたかな。ポケモンゲーぐらい。ムボーイのポケモン。はい。でも、まあ、はい。ゲームと言ったら、うんうん。コマコマ。ありますね、コマ。えへへえ、コマで結構遊んでました。いそれ、や、田舎だったあから結構それっ住んでたてあれところ。ですか？日本のトラディショナルなコマか、それともベイブレードか、どっちですか？ いや、ベーブルーズ、いやいや、本当の、ちあ、ゃんとしたコマ。やつですよ。日本の。ちゃんとしたコマ。はい。ベイブレードじゃない結構大ですね。きいやつとか、いやいや、木の方とは、木の方まあ、なんですね。一応金で作られてる、はい。金属金属。はい。メタルのやつもあったんですけど、あああ、れそんなの。なんて言うんですいやー、コマでいいんじゃないですか、それ。金属ゴマ。わあ、かんないですね。あれもコマなんですコか？マでいいと思いますよ。ベーゴマとか、ベーゴマじゃないですよね。いや自分もあんま聞いたことないですあ、よね。コマでいいんじゃないですかね。多分。コマでいいんですね、うん、多分。はい。まあ、多分。コマでコマで遊ん結でたんですか？構遊んでましいたね。やー、それははい。ちょっとあとは、まあ、本当なんか年寄りみたいな感じですまあよね。そうっすね。なんか昭和の日本みたいな感じですね、それは。まあ、イメーそんな感じだっジ的には。たんですよね。だって、そう、住んでるとこって本当山の真ん中だったんですよね。それだとなんか確かに。山の上になんかはいはいはい。村を作ったみたいな感じで、それだと遊ぶコンビニ場所が。一つで。それはいや、本当ちょっと。遊ぶところは最高でしたよ。はいはいはい。森に行って、自転車乗って森に行って、それはそれで楽しクワそうガタ取っだけどな。たり、クワガタいいですね。カブト取ったり、カブトムシとクワガタね。いいですよあね。とは、はい。もう楽しいですね。あとはなんかほら、川に行ってザリガニ取って、いや、めちゃくちゃアウトドアでやるいいですね。とめちゃくちゃアウトドアだったんですよ、本当。あー今はもう全然違いますけど、本当子供のですよね。時はアウトドアが好きだったんですよね。そうなんですね。ん環境も良かったというところでまあ、すね。本当いいところだったんですよね、やっぱ。はい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 。まあ、あとは、ゲームっていうか、絵描いてましたね、結構、小絵さい描いてまし頃から。た？そうなんですか。はい。はい。へえ。まあ、アニメのキャラクターとかよく描いてましたね。アニメのキャドラゴンラクター。ボールとか、はい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 。ドラえもんとか、忍たまとか。忍たま、懐かしい。いいっすね。懐かしいですね。忍たま。いや、最近、はい。テームソング思い出したんですよね。テーマソング。はい。忍たまの。はいはいはい。知ってますか？いや、100%のやつですか？そう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 。はい。そうさ、100。いや、100% よく勇覚えてんの。気先生。もうぶちもうやる殺す。気でし。違う、ぶち殺すじゃなかった。やりきるしかないさ。全然違うっすよ。もうぶち殺子供すしかの番組なのに。ないさ、みたいなね。はい。まあ、ちょっと違うかもしですか。れないですけど、はい。まあ、はいはいそんな感はいはい。じでしたね。そういうキャラクターたちをね、描いてた。じゃあ、その頃のアニメですよね。だから、ドラゴンボール、忍たまあたり。そうですうんうん。ね。あと、あれですはい。か？キュアハート、キュアハートじゃないね。プリキュアとかですか？あとは。プリキュア見てませんでしたね。プリキュア、そっか、なかったですかね。もしかしたら。まあ、あったのかもしれないですけど、いや、よはい。く覚えてないですけどね。いや、そまあ、うテレビもですね。結構見てたんだと思うんですけど、はいはいはい。覚えてるのはやっぱりドラえもんとか忍たまとかはい。ポケモンとか、はいはいはい。あとは、なんだっけ、地ドラえもんな。獄、地獄。地獄先生ヌーベとかってありましいや、聞いたたっけ？ことないかもしれないですね。地獄。でも、ある。聞いたことない？いや、聞いたことないです。地獄先生、ヌーベ。いや、そんなような名前だったような気がするんだけど、はいはいあと、ゲはいはい。ゲゲの鬼ゲゲゲの鬼太太郎郎か。だったっけ？鬼太郎は、はい、ありますはい。そうね。いうのは一応覚えてるんですよね。まあ、あとなんか、はしんちゃんとか、しんちゃん、はいクレヨはいンしんちゃん、はいはい。クレヨンしんちゃんね。サザエさん、サザエさん。さゾウさん、ゾウさん。はい、出たわ。鼻くそ汚いのみたいな。違ったっけ？大丈夫ですか？隼人先生の記憶って。なんかちょっと違うような気がするんですけど。確かに。
いや、改ざんされた記憶ですか。プリンのメモメモの実によってちょっと改ざんされてますから、私の記憶。ああ、なるほど。はい。というところで、まあそうですね。鬼太郎とかもね、懐かしいな。懐かしいですね。で、はい。隼人先生はどういうの見てたんですか？自子分が見てた供の時は。のはね、あれが多いですね。いや、野球アニメとか漫画よく見てたかもしれないですね。野球やってたんですか？野球やってました。はい。おおー、かっこなので、いい。イチそうなんですよ。ローみたいな。イチローさんみたいな感じですね。いやー、そうなんですよ。まあ、へえ。今の時代はだいたい大谷翔平みたいな感じでね、あ、有あ、名な人は、そうなんですか。聞いたことありませんね。あ、ないですか。そうなんですよ。今有名なんですけど。まあ、へえ、あそうなんですか。とは、そうですね。実はアニメそんな見てこなかったんで、あんま見るの好きじゃなかったんですよね。アニメとか。そうだったんですか。じゃあ、なんか見てました見るテレビ。のは、仮面ライダーとか知ってますか？ああ、はいはいはい。そういうのが多かったですね。ヒーロ一応、まあ、ー。うん。かっこいいですよね。仮面ライダーとか、なんかパワーレンジャーとか。そう、戦うんですけど、なんかテクノロジーも使うっていうのが良かったですよね。自分的には。ああ、はいはい。いはい。や、クールですよね。やっぱ仮面ライダーっそて。なんう、かスカーフ持ってて、バイク乗って。バイクによって携帯とかカメラとか、その時のテクノロジーを使ってなんか変身するとか。はいはそう、そういう意味でい。いいはですね。興味があったですね。そう。まあ、あと、それに関連するおもちゃもたくさんあったんで、ちょっとまあ、馴染みが、そえう、いいですそうなんでね。すよ。なんでアニメとか漫画を見る機会はなかったかもしれないですね。小さい頃に関してはですけど。うん、なるほど。ジブリとかも見なかったんですか？あんま見なかったですね、ジブリ。ええ、はい。普通じゃないっすね。名前取られるやつは見たことありますよ。名前取られるやつ。なんかおばあちゃんの人が、へへ、お前の名前を取ってやるぜみたいな。ああ、知って千ます？と千尋。ああー、そうそう、そうです、そうです、そうです。ゆばあばみたいな。ああ、はい。湯婆婆、はいはいはい。はい。結構年が違うんですよね。5年ぐらい違うんあ、まあ5年ぐらい、ですよね。そうですかね。僕と。じゃあ、クソランドさんの見てたジブリアニメっていうのは、どのあたりが一番見てたんですか？一番最後に日本で見たのは確か、はい。もののけ姫だったと思う。もののけ姫か。うん、多分もののけ姫でしたね。なるほどな。はい。見たことないや、なんいな。か、はい。ちょっと、見たことない。う見たわ、い、もう見てみてくちょっとまたださい。今度見てみま面白いすよ。ですよ。ジブリ。はい。また今度見てみますわ。なんか、子玉とか出てきて、なんはい。か、めちゃくちゃ大きな狼とかいて、面白いですよ。あ、そうなんですか？で、なんか、へえ。うん、結構面白い話ですよ。まあ、はい多分、ワンはいはい。ピースにも関係あると思いますし。まあまあ、確かに小田先生がでも、いろいろ取り入れて、うん。ですね。だと思いますよありね。ますね。はい。まあ、もちろん、ラピュタとか、ナウシカもそうナウシカ。だと思いますし。はい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 。ありまはい。すね。あとは、まあ、なんとかの動く城とか、アリエッティとか、そういう感じですあ、かね。ハウルね。あ、ハウル。はいはいあ、そうだ、はいはい。ハウルです。ハウル。そうだそうだ。日本語でもハウルなんですか？日本語でハウルの動く城ですね。うん、よく聞くのはそうです、そうあ、です。そうなんですか？そのはい。ままだ。そのまま、ジブリって大体タイトル変わるんですか？英語だと。確か、紅の豚ははい。ポルコロッソだったかポルコロッソっな。てマジっ確か。すか？なんか、は完璧なイタい。リア語っすね。マジか。いや、うん。メインキャラの名うん。前がポルコロッソだったんですあ、よ、確か。ポルコロッソ。なはいるほど。ちょっはいはい。と面白いですね。そうなんイタだ。リア語で言ってください。ポルコロッソ。このシールポルコロッソ。お、そこ座うわ、か席かエザッっこいいですタメンテ。ね。いや、全然。うわいや、クソランドさんの英語に比べたらクソみたいなもんですよ。本当に。いや、うん、こっちは全然わかんないですよ。かっこいいですよ。かっこいい。いやいや。そうですか。まあまあまあとは、あ。まあ、はい。千と千尋は確か Spirited Away。スプリットワイ全然違いますね。Spirited Away。全然スプリットウ違うっすよ。ェイスプリットウェイ全然違いますね。Spirited Away。ね、全然違うっすよね。へえ。なんかびっくりしますね。その違いには。そっか。はい。ですね。やっぱ翻訳の間で全く違う名前になっちゃうってことはあるらしくてですね。イタリア語の話をすると、まあね。はい。ワンピースの、漫画のバージョンは違うんですけど、アニメとかだと、ルフィの名前がルッベルになってるみたいな。
全然違う。何それ。全然違う。ラバーの多分イタリア語バージョンでルベルってはああ、い、ちょっと、なるほど。笑っちゃいましたね、自分は。ちょっと、なんだよ、ルベルって。全然違えじゃねえいや、かっつって。キャラの名前変えるうん。のってちょっとやばいですよね。ワンピース特に。ちょっとワンピースで変えるのは一意味わかんないですね。他の漫画だったらまあいいかもしれないですけど、ワンうん。ピースってやっぱ名うんうん。前に意味があるんですよね。やっぱそう。結構。名前の裏に意味がありますからね。どれそうも。そうそう、ありますよね。ウソップモンにしても、キーだったり、サンジもそうですし、はい。サンジもちろん、いやはい。ー、そナミもうなんですよそうですよね。いね。やー、そうなんですよ。いやー、いい感じにワンだピースの話題が。い変えちゃったらやばいよ。や、そう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 あ、そうですね。よくないっていうところはあるんですけど、というわはい。けで、いくつかね、聞きたいことはあるんですけど、まあ、いつワンピースを始めたっていうのは一旦置いといて、Who's your はい。favorite One Piece character? これでいきましょう。好きなキャラクターをちょっと話してもらえれば嬉しいなと思いますね。まず。いや、いいですよ。でもめちゃくちゃ短い答えになりますよ。いいですよ。ルフィですし。どうぞ。ルフィです。完ルフィ。璧です。完璧です。ルフィさんですか。ルフィさんのどんなところが好きですよなんですか？ね。うん。まあ、はい。本当ルフィってキャラクターとしてうん。さ、なんか、はい。お日様みたいなキャラクターなんですよあ、ね。もうまんまお日なんか、様ですね。うん。ですよね。うん。なんか、笑顔でも、なんか、はい。エナジーでも。はい。で、なんか、うん。なんて言うんですかね。や笑顔でも。っぱ、はい。ルフィを見てると、やっぱ本はい。当、飽きないし、ですね。なんか、いつ何を起こすか分かんないいや、し、そうなんであすよ。とは、なんか、仲間のために怒れるはい。こともかっこいいし、かっこいいですね。なんか最高ですよね、やっぱキャ最ラクターと高っす。しては。キャラクターとしては最高ですね。感情がもう、バッとそのまま表現してくれて、怒ってるで時も笑っすよね。てる時も。はい。まあ、あとは、なんていうか、大人になるとやっぱはい。結構うん。変わってきますよね、みんな。そうなんかですね。年いくと。はい。仕事を始めて、まあ、いろんなことを考えです。ないといけなくて。でも、ルフですね。ィみたいなキャラクターを見ると、やっぱこういうのが大事なのかなって思いますよね。根本人間として生きていくには、ああいうメンタリティというか、ああいう性格が大事なのかもしれないですね。ああいうスタンスで生きていくっていうのかもしれないですね。ですはい。ね。いや、隼人先生はどうなんですか？やっぱストゥーシーなんですか？ステューシーが一番好きですね。やっぱりそうなんですか？まあ難しいとこストゥーシーのろですね。何が好きなんですか？ステューシーのいろんな顔を持っているところですね。うん、私はいろんな組織とかに潜入して、いろいろな顔を持ちながら葛藤する、なんか悩むキャラクターが好きなんですあよ。うあ、ん、本当はなるほこう思ってるど。けど、本当はカクとかルッチと友達になりたくて、があれはほん可愛かったですよね、やっなりたぱ。いけど、そう、エージェントの一人なので、はいそういうわけにもはい。いかないと、一回裏切ってしまったんで、まあ、友達として生きていくとは、今のところは難しいというところがあったりして、で、ミス・バッキンガムはどう思いますか？ミスバッキンですか？キャラクターはい。としてですか？あんま好きじゃないですけど、まあいや、まあ同じような人ですよね、やっぱ。まあそうででも、すね。クローンだから。クローンですからね。はい。はい。まあ、ミスバッキンもまあ、まあこれからでもまあいい面が明かされてくるんじゃないかなと思いますね。ウィーブルとともに。まあ、だといいですよね。はい、だといいと思いバます。トバトの実はどう思いました？バットバットの実ですか？ああ、まあ自分的にははい。シンプルでいいんじゃないかなって思いましたね。バットバットの実で。若干、まあ、そうですよね。そうですね。幻獣種でもいいかなって思ったんですけど、最初は。なんかはいサキュバス、はい。吸血鬼、まあ何でもいいんですけど。まはい。あ、はい。でも、まあ、あんまり、最近、幻獣種増えすぎてるんで、ニカとか、あとヤマトの、そうですね。はい、大そうですね。口のカミとか、はい。はい。なんで、まあ、一旦普通のバットバットで良かったんじゃないかなって思いますね、個人的には。まあ、僕もそう思いますよ、やっぱ。はい。あ、僕ちんも。ボクシーもそうはい。思いますか？ですね。はい。僕ちんも思います。かわいいですね。ちな、ちなみに、かわいいっしょ。かわいい。まあ、ちなみになんですけど、あとはプリンも好きですね、はい。プリン。
あ、プリンはい、ね。プリン。わかりますよ。はい。そういうキャラなんだ。あ、そう、そういう子が好きなんだ。そういう人が好きですね。まあ、あとプリンに関しては、たのはい。誕生日が同じなんですよ。あ、そうなんですか？誕生日が6月25で、全くプリン、うん、あ、そうなんですか？そうななんんですよ。でプリンは6月25日なんですか？語呂合わせかなんかあるんですか？多分、日本でプリンの日って25日なんですよね。全部のプリンの日って言われてるのが。25日え、そんで。なのあるんですか？そうなんですよ。あるんですよ。え、多分会社の企業戦略です。プリンを売るための。あ、はい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 はで、い。なるほ25ど。日が、例えば29とか肉の日とかあるんですよ。29で、ああ、29でね。はいはい。はい。なんで25はわかんないですけど、まあ、プリンの日が25で、あとはシャーロット家の6ですね。シャーロの6。なるほど。で、6はい。月25っていうああ、感じな面んですけど、白いですね。そうなんですよ。なんで、同じ誕生日なんで、それは小田先生が決めたことなんですか？それとも はい。SBS だったんですか？プリンの場合は。あ、プリンは多分、ちょっとすいませんね。今、回線が悪くなってたんで、ちょっと一旦待ってくださいね。あ、はい。ここカットしておきます、後で。よし、OK です。はい。はい。プリンに関しては、OK です。プリンに関しては、ビブカードですね。あ、ビブルカードだったんですビブか？なるほカードがど。最初だから、まあ、どうなんですかね。はい。まあ実際誕生日も確かに小田先生がどれぐらい決めてるかっていうのも難しいところではあるんですが、ちなですみに、よね。はい、クソランドさんの誕生日は誰と同じとか、いつとかは、8月4日です。8月4ですか？だから8月、はい。お、84だからはい。誰だったっけな。3人いますね。確3人いますよ。か、3人、3人います。確はい。か、いや、あれ一人いいキャラいますよ。いいキャラいや、いいキャ個ラ誰人的にだったっけ人気なキャラな。クターが一人います。あとの二人は微妙。8月4日。確かドレスローザの誰かが8月4日でしたよね。その通りですね。誰からレベッカだっです。け？レベッカですか？え、それが普通のキャラいいキャラですかそれ？レベッカが多分いいキャラです。はい、人気なキャラだと思います。あとの2人はどうしようもないみたいな。はい。もう一人はアマゾンさん、知ってますか？アマゾンはい。誰だったっけ？アマゾンさんは、ルフィたちが空島に入るときに写真を撮って、入国するときに写真撮ったあ、おばあちゃん。あのババアか。あのババアです。いや、そっちの方が嬉しいですか？あのクソババアか。うクソバ、わ嘘ついた。嘘というか、ぁ。まあ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 。はい、まあ、ですよね、あれは。まあでも、クソランドだし、ワゴームランドの働いてる、ですよはい。ね。ちょっと、まあ、いいんじゃないですか。まあ、うん。あとは、あとのもう一人は誰ですか？もう一人は、これは多分、本編には出てきてないんですけど、あの、はい。扉絵シリーズって、英語だとカバーストーリーとかですかね。はいはい。扉絵シリーズに出てきた、ゲダツって知ってますか？ゲダツ。はい、知ってます。ゲダツの扉に出てきたモグラ。えー、モグラの誕生あ、日。なんだか、エースボスでしょ？そうです。はい。名前があるんですか？名前は土番長って名前ですね。あ、普通に土番長。はいは土い。土番長です。番長と空番長と森番長でしたよね、そういうこと。確か。そうです、そうです。ゲラツが空番長で、はいはいはい。あ、そうです。なんだ、それが名前なんですか？土番長しか名前は、もしかしたら別の名前はあるかもしれないですけど、一応、土とかじゃなくて。もしかしたら、別の名前があるかもしれないですけど、今のところ土あといいです番長ってね。感じですね。まあいいや。その3人、まあ、土番長とアマゾンとレとベレベッカ。ッカですか？はいはい。OK。そうですね。まあ、ぜひね、皆なんさんもね、か、はい。ピンとこないですね。ピンとこないですか？なんか。まあまあまあ。ピンとこないです確かにね。8月4日ピンとこないですか？まあ確かにね。まあいいや。はい。まあそうですね。8月4日の3日だと黒ひげですもんね。8月3日黒ひげですからね。ああ、それだったらよかったのに。まあ、そうですね。はい。闇ですよね。闇です。はいはい。なるほはど。い。闇なんですよ。今
黒ひげと、そうか。はい、稲妻と、そういえば黒ひげと同じ、稲妻あとはあとは稲妻ですね。8月3日3日は、はい。ハサミだからかな多分そうだと思う。ハサミハサですね。3と8のハサ、ハサで。うん。ハサ。なるほど。ですね。あと、それだけですか？ 8 月3日は。3日はもう一個意味わかんないキャラクターがいますね。半蔵。誰？半蔵です。半蔵さん。半蔵半蔵さん、知ってますか？半蔵だ、これ半蔵相って当、ワノでしたっけ？そうですね。和の国将軍直属忍者部隊の一人です。お庭番衆の一人です。はい。太ったやつ太ったやつです。はい。太ったやつ。だるまみたいなやつ。誰も見てない。黒ひげ。あれが半蔵だったんだ。そう、あれが半蔵なんです。はい。まあ、どうでもいいですね。まあそうですね。どうでもいいキャラクターなんですけど、黒ひげティーチっていうのがいいですよですね。ね。うん。ティーチさまあ、んね。でも忍者だから闇ですよね。なんか闇っぽいですね。確かに。83でで闇すね。ですからね。うん。ですね。はい。忍者はやっぱり忍ぶもんだから。そう。忍者は忍ぶもんで、はい。8つ3つの闇で、みんな闇っぽいキャラクターなんじゃないですかね。ですね。はい。いやー、面白いな、これは。うん。なんで、いいですね、語呂合わせて。はい。そう、語呂合わせっていろいろ使えるからいいですよね。いろんな場面で小田先生も仕込んでるし。ですうね。ん。いや、日本人って、あとはほら、例えば電話番号とか、はい。銀行の番号とか、はい。覚えるときにやっぱ語呂合わせ使うとき多いですよね。語呂合わせ使いますね。それで覚える人多いかもしれなパスいですね。ワードとか。パスワードとかも。ですはい。よね。多いですね。自分の名前とかで語呂合わせする人もいますし、誕生日とか、まあ、誕生日はそのままか。まあ、自分の名前ですね、多誕いの。生日はそのままですね。はい。なるほど。はい。ハヤトだったら、はい。8、8、はい。10? そんな感じですね。なるほど。はい。で、使えるんで。クソランドは難クソランしいですね。とむずいっすね。さすがに厳しいっすね。ね。はい。あんまりないですね。あんまないと思います。クソランドは。まあ、そんな感じで、ごめんなさい。はい、いいと思いますね。使えるというところはい。で、じゃあ、もう一個のワンピース関連の質問もいきますか。行きましょはい。What's your favorite One Piece arc? 何編がワンピースで一番好きですかっていう質問です。う。いい質問なんですけど、はい。本当、やっぱ全部大好きです。ああ、そうですよね。どの辺にもいい部分があるというか。そうですね。まあ、一はい。番好きって言ったらやっぱアラはい。バスタとかスカイピアラバスタ。ア結構好きなんですよいね。いっすね。アはい。ラバスタ、スアラカイピア。バスタが時の、はい。はい。まあ、一応アラバスタってやっぱ、はい。アラバスタのシンボルってやっぱお日様ですよね。ああ、そうですね。お日様ですね。うん。はい。あと、プルトン最初に、あの、プルトンのことを最初に聞いたところだし、あとはポネグラフも最初に見つかったところだし、ですまあ、ね。その、アラバスタ編ってやっぱチョッパーが入ってきた時はい。だし、はい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 。だから、うんうん。まあ、面白かったですよね。あ面とはス白いですね。カイピアはもちろん、うん。なんか、ああ、この世界には天国みたいなところもはい。あるんだな、みたいな。だから、小ですね。田先生はめちゃくちゃクリエイティブだなと思いました、結構。いやー、かなり空島っていうのはかなりクリエイティブですよね。発想的にも。うん。ですよね。はい。まあ、あとはエネルが、まあ、ルフはい。ィに負けた理由とかも、ああ、やっぱ輪ゴムだからって。うまかったですよね、あれ。よかったですね。うん。誰もはい。勝て楽ないと、しかったです。誰も勝てないと思っていたんですが、ルフィは能力によってエネルを圧倒できると。うまいですね。で、なんか、うん。運命的なところがありましたよね。ありまルフィすね。じゃないといけなかったみたいな感じだったんで。いやー、そうなんですよね。そうなんですよ。いろんな神が出てきて。で、その空島で一番好きなところは神に関してのテーマも好きかもしれないですね。ちょっと、あれですけど。僕も大好きです。僕ちんですよね。もめちゃくちゃ好大好ききですか？です。大好きではい。ーす。で、そう、特にフラッシュバックというか、あの、過去回想のところの、そうね。ノーランそことの、うのん、そうなんですよ。太陽の神とはい。雨の神とはい。森の神と地の神でしたっけあと死のは。神ですね。はい。うん。それで全部でしたっけ？
雨の神、地の神、太陽の神、森の神。うん、それで全部ですね。ですよね。うん。はい。あれは面白かったですね。あ面白かった。とはまあ、はい。神と申するエうん。ネルうんうん。もはい。いましたし、そあうなんですよ。とはガンフォールとかそう、俺ガンフォーでルすね。結構好きなんですよね。ガンフォールはかっこいいですよね。あかっこと、いいですね。ピエだっけピエラ。ピエール、はい。あれも可愛いし。かわいいし、そう。なんかガンフォールの一番好きなところは最初優しかったじゃないですか、ルフィたちにも。ですね。はで、い。それですけど、なんかいいキャラ、味方のキャラとして描かれたんですけど、最終的にその自分たちの過去を知って、ガンフォールはこうやって言うんですよね。うーん。悪者は私たちだったんじゃないかって言って、実際バースを奪っはたのはあのいはい。人たち側で、そこでいいはい。人が悪い人になる、昔は悪かったみたいな、そういうひっくり返る現象っていうのが自分は結構好きなので、もしかしたら、そうですそうなんですよね。ね。まあ、はい、小 D も。田先生がはい。神と呼ぶ人間が、やっぱ、とても人間だったんですよね。やっぱ、ああ、そうなんですよね。いい人でもなくて、悪い人でもなくて、ただの人間だみたいな。ああ、そうですね。それが本当面白かったですね。はい。それはありますね。結局、シャンディアの人たちが怯えていた神も、実は自然の現象というか、科学で解明できることだったりしますからね。そうでしたね。地うん。震とか、何ですかアパヤード。ノックアップストリームとか。ああ、そうそうはい。そう。はい。全部説明できるみたいなところがまた。でしたね。あとは、はい。大きな蛇だとか。そうですね。蛇を神としてたけど、みたいな。結局蛇と呼ぶことになったみたいな部分も含めていいですよね。ですね。はい。で、隼人先生は、はい。歌詞紙の漢字は何だと思いますか？歌詞の部分ですか？はい。確かに。いろんな部分がいろんな可能性がありますよね。カスでもいきますしね。レントみたいなカスでもいきますし。そうですあと、ね。まあ、はい。化けるとか、何かと化すみたいな、化ける。ああ、なるほど。はいトランスフォーはいはい。ムみたいな。はい。わかんないけど。そうですね。うん。あとはまあ、かってやっぱはい。火ですよね。そうですね。それもいけますね。火で、で死っ死ぬ。うん。て死ぬ。おー、いいですね。他にもなんかあるかもしれないですね。火に何か死で。知るでですね。もいいですし、はい。ぶっちゃけ、歌詞。そう。でも、火と関連あるのは確かにありそうですね。カルガラがなんか、カシガミぶち殺した時に赤い血が流れて、そのバックに太陽が映ってたんで、そのああ、血がそうですね。は炎いはい。みたいな、なんか火みたいなっていうことを、なんか暗示してるといまあ、うか、カルガラってやっぱりどっちかというと、お日様なんですよね、やっぱ。んですね。で、はい。モンブランモーランがやっぱり月だったような感じしますよああ、ね、やっぱ。二人のね、ああ、そっちでモンブランクリケットも照らされてみたいな感じで。そうですね。あ、あとはノーランドか。月ってすいません。言ったらやっぱ、うんうん。ワンピースだとテクノロジーですよね。ああ、ですね。月の人たちとか、やっぱはい。り、うん。で、ノーランももうちょっと知識あるところから来たはい。人だったし、ですね。あとはモンって言ったらやっぱり英語で月っていう意味もありますし、はいはいだからはいはい。月とお日様なのかなとは思いますよね。そんな関係がありそうですね、あの二人には。なんか、そのテーマとして。ですね。うん。そういうのも大事かもしれないですね。今後のストーリーでも、月と太陽の関係みたいなものが重要になってくるかもしれないですね。まあ、僕ちんはそう思いますよ、やっぱ。はい。やっぱ月とお日様が一うんう番大きんなモチーフになるのかなとは思います。うん。ですね。いや、最終的にも重要になっていきそうなんで。では、はい。今度、機会があれば、ワンピースの方のチャンネルで、ちょっとハーレーについて2人で喋りたいなと思ってるんですが、どうでしょうか。